やあ、闇のやり込みプレイヤーあかねちゃんやで、付き添いの葵です。今回は、ファイアブレスをとことん極めたビルドを紹介していくで、ファイアブレス。ほれ、ファイアブレスって強化するボーナスが複数あるし、ゲーム側としても押しとるシャウトやと思うんや。はあ、葵は、ファイアブレスについてどう思う？まあ弱いよね。ダメージも大したことないし、シャウト使うなら揺るぎなき力とか時間減速使った方がずっと強いよね。まあ確かに一部にはそういう声があることも確かやな。せやけど葵、うちは AE で追加されたある魔法が、ファイアブレスとめちゃくちゃ相性がええことに気づいたんや。ある魔法。というわけで今回は、その魔法とファイアブレスを組み合わせたビルドを紹介していくで、その名も、亡霊瞬殺ビルドや。亡霊。種族はアルゴニアン、性別は女性にするで。なんでアルゴニアン？一番炎を吐きそうな見た目を追求したらこうなったで。正直今回はどの種族でも大差ないんよな。強いて言うならハイエルフは避けた方がええくらいで、あとは好みで選んで問題ないで。性別が女性なのは、一応狙いがあったんやけど、結果を言うと意味なかったで。狙い？まあそれはそのうち説明するで。名前は敵を燃やすから萌えちゃんで、かわいい。ヘルゲン脱出やけど、今回はレイロフルートを選ぶで。ってことはストームクローク側だね。帝国軍の鎧一式が欲しいんやけど、こっちのルートなら最初の帝国兵を倒せばすぐ手に入るからな。鎧は1セットあればええからあとはダッシュで逃げるで。あれ、装備しないの？後のクエストで必要になるから取っただけやからな。回復薬はなるべく回収していくで。後で使うからな。ヘルゲンを脱出したら真っ先にすべきこと、それは何やと思う？アンデッドを確定させるんでしょ。そう、ヘルゲンを脱出したらまずアンデッドを確定させる。これが現代のスカイリムの新常識やな。だから常識って言うほど定着してないでしょ。これから定着していくから。何のことかわからん人のために説明すると、吸血鬼治療後もアンデッド状態を維持し続けるっちゅうテクニックをこれから使うで。詳しくは聖職者アンデッドになる方法っちゅう動画で解説しとるからそれを見てくれ。条件を満たすと二度とできなくなるテクニックなので注意してください。ほんじゃ、マーラの冥の池でサングイネや吸血症をもらって、すぐ北の空種の間に入ったら、3日待機して吸血鬼になるで。そしたらクエストを進めて血虫の兜を入手するで。アンデッドに対するダメージが 25% 上昇する兜だね。聖職者と同じで、吸血鬼なら自分に対する魔法も強化されるから、フォークの不死効果も 25% 強化されるっちゅうわけや。強い。これを被った状態でバーミルナの祠を調べるで。これでこのキャラがアンデッドに固定されたはずや。これで吸血鬼を治療した後も聖職者のボーナスを受け続けられるんだよね。こんなに簡単に、デメリットなしで、聖職者吸血鬼と同様のボーナスを得られるわけやから、みんなも聖職者アンデッド、やろう。ほんじゃ、空種の間の戦利品を売りさばくで、鉱石がたくさん落ちてるから結構な額になるんだよね。商人のお金がなくなったら、一度セーブしてから殴って、ロードすれば所持金が復活するから、これでいくらでも不要品を売りつけられるで。ヘルゲンで手に入れた帝国軍の鎧は、最低でも1セットは残しとかんとあかんで、クエストで使うって言ってたやつだね。売却が終わったら酔いどれハンツマンに入って、カウンターの上のメモを読むで、内戦の勇者のクエストが始まったね。今の戦力ではとてもクリアできんから、ジェナッサを従者にするで。従者使うんだ。今回のビルドはファイアブレス手に入れるまでまともに戦えんからな。どうしても従者の力は必要になるで。ジェナッサは500ゴールド払うだけで簡単に従者にできるし、二刀流で戦ってくれるから攻撃頻度も高いしな。そしたらソリチュードのドール城に行って、クエストマーカーが出とる人に話しかけるで。説得の選択肢が出るが、これを成功させるには話術スキル50が必要になるで。いろいろ補正を集めないと序盤では厳しいね。ところが帝国軍の鎧一式を装備しとると、無条件で会話を進められるんや。だから帝国軍の鎧を用意しておく必要があったんだね。そしたらもらった鍵で宝箱を開けて、ほい、帝国軍のドラゴンの鎧一式ゲットやで。序盤で手に入っていい性能じゃない。ただメインで戦うのはジェナッサやから全部渡しておくで。ほんじゃ決闘場所でストームクロークと戦闘やな。戦闘開始したらすぐ逃げて、狙われないように立ち回るで。勇者とは一体、まともに攻撃耐えられんからな。ひたすら背後からチクチク殴っていくで。まあこっちには装備固めたジェナッサがおるんやし、負けることはないやろ。
ほい、敵リーダー撃破やで。本座残りも片付けて。ほい、敵リーダーの死体からストームベアの装備ゲットやで。帝国軍のドラゴンの装備と対になる装備だね。特に重要なのがこれやな。ストームベアの鎧。体力が75増加する。冷気耐性が50% 増加する。シャウトの間隔が20% 短くなる。特にシャウト間隔の軽減が強力やな。体装備でシャウト軽減はこれしかないもんね。またシャウトは使えんけど、体力上昇と冷気耐性も十分強いから早速装備するで。鎧で移動速度が落ちてまうから、周目の石碑をつけに来たで。装備の重量をゼロにして、所持重量を増やす石碑だね。場所はここ、ソリチュードから西に進んだところやな。でもさ、太閤の石碑とか精霊の石碑とか、もっと強い石碑があるんじゃない？攻撃は基本ジェナッサに受けてもらうから、防御より快適さ重視にしたで。そか。とりあえずファイアブレスがないことには何もできんから、さっさとメインクエストを進めるで。道中は基本ダッシュでスルーするで。ジェナッサに倒してもらえばいいんじゃないの？それでもええけど、成長させたいスキルもないし、倒しても時間かかるだけやしな。そか、ボス前まで着いたら待機でジェナッサを呼び寄せて、二人がかりでフルボッコにするで。汚い。ジェナッサはドラゴンの誓いとストームベアの剣の二刀流やから、かなりのペースで削ってくれるで。どっちも序盤で手に入る性能じゃないもんね。そのままミルムルミルも倒して、これでシャウトを使えるようになったで。やっとだね。ところで葵、これを見てほしいんやけど。現在揺るぎなき力のクールタイムが15やな。ところがストームベアのブーツを外すと、これ、クールタイムが11に短縮されたで。なんで？実はストームベアの鎧にはバグがあってな。ストームベアのブーツと一緒に装備するとシャウト間隔軽減効果がなくなってまうんや。なんだそのピンポイントのバグは。ちゅうわけやから足装備だけ帝国軍のドラゴンのブーツに付け替えるで。シャウトが使えるようになったわけやし、もう一つのシャウト間隔軽減装備、タロスのアミュレットを取りに行くで。固定で手に入る場所ってあったっけ？ああ、マルカルスでちょうどええのが手に入るで。アンダーストーン砦のオンドルマールに話しかけると、オグマンドのタロス崇拝の証拠を見つけるクエストが発生するから、オグマンドの家に忍び込むと、宝箱からオグマンドのタロスのアミュレットが手に入るで。あれ、普通のタロスのアミュレットと何か違うの？効果は同じやけど、クエスト属性持ちやからこっちの方が都合がええんや。クエスト属性持ちならイベントで取り上げられたりしないしね。本座、血虫の兜を装備した状態で、オグマンドのタロスのアミュレットを装備するで。これでストームベアの鎧とタロスの祠と合わせてシャウト間隔軽減 75%、揺るぎなき力のクールタイムが4秒まで縮まったで。一言目だとちょっとひるませるだけだけど、4秒に1回ならかなりの頻度で使えるね。で肝心のファイアブレスやけど、ここサンダーストーン渓谷に言葉の壁があるで。中は炎魔術師が多いから吸血鬼やとちょっときついけど、揺るぎなき力とヒストスキンで駆け抜けるで。ヒストスキン、一時的に体力回復速度を上げるアルゴニアンの種族固有パワーだね。アルゴニアンにしたのは見た目を重視した結果やけど、ヒストスキンがかなり強いから性能も悪くないな。ほい、ファイアブレス一言目ゲットやで。あとは適当にドラゴンソウルをゲットして、ほい、これでようやくファイアブレスを使えるようになったで。でもクールタイムが8秒もあるね。これじゃメインの攻撃手段として使えなくない？威力もまだまだ低いしな。ちゅうわけでこれからパープやボーナスを揃えてファイアブレスをどんどん強化していくで。まずは炎強化のために破壊スキルを鍛えるで。ローンスターの東、ホブのフォール洞窟で破壊スキル稼ぎにぴったりな魔法が手に入るから取りに行くで。ここの敵は主に霊気魔法使いやから、吸血鬼とストームベアの鎧の耐性でかなり軽減できるな。この広間に古代呪文の宝箱っちゅうのがあるから、中身を回収してさっさと逃げるで。スキル稼ぎに使うのはこれやな。解き放たれた陶器。これを唱えたままマップを開いて。ウィンドヘルムでええか。ファストトラベルすると、大量の破壊スキル経験値がもらえるんや。念動力ファストトラベルと似たようなことができるんだよね。こっちはコストをゼロにする必要がないからもっと手軽やな。破壊スキルは60まで鍛えたいから、あとはちょっと離れてからまたファストトラベルで戻ってくればちょうど良くなりそうやな。よし、うまく60まで上げられたで。破壊スキルといえば稼ぎにくいスキルの筆頭だったのに、随分楽になったね。本座、今回はここまでやで。ほとんどファイアブレス手に入れただけだったね。メインクエスト進めたり前提条件が色々あったからな。しかもまともに使えるようにするにはまだまだ稼ぎが必要になるで。そもそもシャウトってメインで使うものでもないしね。次回からは本格的にファイアブレスを運用していくから、よかったらフォローチャンネル登録よろしくやで。いいね高評価もお願いします。ではまた次回。